皆さんこんにちは。アンニョンハセヨ、風花です。早いもので1月最後の放送です。もう2024年の12分の1が終わってしまったということですよね。今回は韓国4大ボーカリストキムナパクイの4番目イスさんがボーカルを担当しているバンド MC ザマックスのオディエドどこでもという曲をカバーして紹介します。この曲は2016年に発表された曲で MC ザマックスの第8週アルバムパトスのタイトルトラックなんですね。 MC ザマックスの代名詞とも言える曲で、発売当日からメロンや Mnet といった各種音楽配信サイトで1位を獲得して、ガオンでは年間デジタルチャートで2位だったそうですね。そして2016年の韓国の年間カラオケチャートで1位だったそうなんですよ。本当2016年を通してずっとヒットした大ヒット曲なので、あまり MC ザマックスに詳しくない方でもこの曲だけは聴いたら知っているという方も多いと思います。日本の Apple Music でも MC ザマックスの中で最も人気がある曲がこの曲なんですね。番組の初期の頃にイスさんを紹介するトーク会でも話題にした曲なんですけれども、ホンデというソウルの学生街で路上ライブをやっていた学生さんがこの曲を歌っていたところ、たまたま近くで飲んでいたイスさんがそれを聞きつけてサプライズで登場して一緒に歌ったという動画を紹介したことがありました。 MC ザマックスの代表曲はどれも高音を連発する曲が多いんですけれども、中でも特に高い音がずっと出てくる大変な曲なんですよね。で、私は女性なんでキーを上げすぎなければ比較的歌いやすかったんですけれども、男性がこの曲を原曲キーと歌うのはね、本当に大変だと思います。ナムウィキという韓国のウィキペディアのようなサイトがあってですね、そちらを参照してみると MC ザマックスのページの概要の部分に、代表曲の大部分が空まで突き上がる狂った高音を誇る。そのためカラオケで数多くの一般人たちの声帯を地獄に送った主犯に挙げられ、一般人はもちろんかなりの歌手でさえも歌うのが難しい。この高音がまさに MC ザマックスの真の武器でありアイデンティティだと言えるというふうに書いてあるんですよね。この声帯を地獄に送るという表現が大変面白いんですけれども、今日紹介する曲オディエドはですね、2016年の年間カラオケチャート1位ということで、一体何万人の声帯をねこれまで地獄に送ってきたんでしょうか。当時イスさんがですね、プライベートでカラオケに行ったら、自分が入った部屋の周りの部屋のお客さんがみんなこの曲オディエドを歌っていて、時間差であちこちから必死で歌う声が聞こえてきたというエピソードもあるそうですよ。皆さんカラオケはね、ぜひ安全に楽しんでいただきたいと思います。 MC ザマックスは男性ファンが多いことでも有名なんですけれども、ファンのマニア度が高いというかですね、ナムウィキを見ていても非常に細かく楽曲が分析されているんですね。多分ボイストレーナーをされている方ですとか歌に詳しい方が書いているんだと思うんですけれども、内容も結構的確でね、これ読んでると面白いんですね。そしてナムウィキの中では曲の難易度をティアという単位で表現していて、私は最初何のことかわからなかったんですけれども、調べてみたらどうやらカードゲームでの強さを表すランクのようなものだそうですね。で、1ティアというのが一番強くて、2、3と数字が大きくなるごとに弱くなっていくという概念らしいんですよ。そしてこの今日紹介する曲オディエドどこでもは MC ザマックスの楽曲の中で難易度が最高レベルに高い曲と当時言われていたんですが、今また新しい曲も出てきて、2021年以降に出た新曲でさらに難しい曲が発表されているので、現在はこのオディエドは 1.5 ティアの難易度とされているそうなんですね。では逆に現在、最高難易度の1ティアはどんな曲が挙げられているのかというのを紹介しますと、2021年発表の20周年アルバムセレモニアに収録されているノエ・フンジャク君の痕跡という曲と、あと2022年の12月に発表されたシングルのカップリング曲アンニョングルが挙げられていました。
で、特に너의 흔적、君の痕跡の方はですね、私のお気に入りの曲でですね、これはセレモニアっていうアルバムに入ってるんですけれども、最初に聴いた時に歌詞とメロディーが美しくて思わず涙した楽曲です。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ聴いてみてください。先週のパクヨジンさんの回でもお話ししましたけれども、一般的に年齢を重ねるごとに声って低くなっていくものなんですけれども、イスさんも本当に40歳を超えてからですね、なお高音を連発する難しい曲を新しく発表しているということで、本当にすごいですよね。そんな神がかったボーカリストのイスさんなんですが、そのイスさんでもオディエド、どこでもを歌うときは本当に大変だそうで、コンサートの MC でなんでこんな曲を作ってしまったんだろうかとか、ちょっとこの曲はいつまで歌えるか分かりませんと話したことがねあったそうで、毎年ファンの間ではオディエド封印説っていうのが流れるそうなんですよ。今年のコンサートではもうオディエドを歌ってくれないんじゃないかってね、そんな言説が流れることがあるそうですね。確かにコンサートは全体でも何曲も歌うわけですからね、15曲とか20曲とかね歌う場合もありますよね。で、この1曲を歌うだけでも相当な体力が必要なのに、もちろん他の歌もねしっかり歌った上で演奏するわけですから、確かに年齢を重ねるごとにどんどん大変になっていくとは思いますね。ただ今日紹介する曲オディエドは MC ザマックスの象徴的な楽曲と捉えられている上に、またこの曲から新たにファンになったっていう人もいて、そういう人がコンサートに来てくれることもあって、観客のみんなが楽しみにしている楽曲なので、なかなかセットリストから外してしまうというのが難しい、そんな事情もあるようなんですね。そして結局2016年の発売以降、ほとんどのツアーで歌われているようなんですよ。で、先週のパクヨシンさんの野戦ファーもそうですけれども、こういった最高レベルに難しい曲がね普通にコンサートの定番曲になっているっていうのが、さすが4大ボーカリストだと思いますよね。続いて歌詞の内容紹介に入っていきます。この曲は作詞作曲にイスさんが関わっているんですよ。なので先ほどのコンサートでの発言には、作曲家の方から提供された曲じゃなくて自分も制作に関わっていたはずなのに、なんでこんな曲を作ってしまったんだろうかっていう意味が多分込められてるんだと思いますね。で、この曲は高音を連発するメロディーが注目されがちなんですが、歌詞の内容も MC ザマックスらしいというか、終わってしまった恋への未練や後悔が歌われていて、ロックバラードらしい歌詞ですんで、今日は1番の歌詞を紹介していきますね。まず A メロの部分です。차가워진 눈빛을 바라보며、 冷たくなった目線を見ながら이별의 말을 전해들어요。 別れの言葉を伝えて聞くよ。아무 의미 없던 노래 가사가、何の意味もなかった歌の歌詞が아프게 귓가에 맴돌아요。 痛く耳元を離れないよという歌詞で始まります。私はこの部分の歌詞がねすごく好きなんですよね。恋愛がうまくいっている時は悲しい曲を聴いても特に心に残らなかったけれど、自分が別れを経験したらもうその悲しい曲の歌詞が耳から離れないっていう意味なんだと思いますね。で、メンドラヨを離れないというふうに意訳しているんですが、メンドルダという言葉自体はうろつくとかぐるぐる回るっていう意味があるんですね。なので耳元で堂々巡りしてその歌詞が離れないというようなイメージだと思います。そして続きの歌詞に行きます。다시 겨울이 시작되듯이、 再び冬が始まるかのように흩어지는 눈 사이로、 散らばる雪の間に그대 내 맘에 쌓여만 가네、 君が僕の心に積もっていくだけ。ここもねとても詩的で美しい歌詞ですよね。続いて B メロの歌詞に行きます。떠나지 말라는、 離れていかないでという그런 말도 하지 못하고、 そんな言葉も言えずに고개를 떨구던 뒷모습만、 うつむいた後ろ姿だけという B メロなんですね。で、声もかけられないでうなだれた後ろ姿だけを恋人に見せている、情けない自分の姿と、その気持ちが歌われていますね。続いてサビの部分の歌詞を紹介します。
그대 내게 오지 말아요.君、僕のところに来ないでください。두 번 다시 이런 사랑하지 마요. 二度とこんな恋はしないでください。그대를 추억하기보단 기다리는 게君を思い出にするより待つことが부서진 내 마음이 더 아파와 砕けた僕の心がもっと痛くなってくる。다시 누군가를 만나서また誰かと出会って결국 우리 사랑 지원해도結局僕たちの愛を消しても행복했던 것만 기억에 남아幸せだったことだけを記憶に残して나를 천천히 잊어주기를僕をゆっくり忘れてくれますようにという歌詞なんですね。結局やり直そうとしても2人がダメになってしまうことはもう分かってるからお互い思い出にしようということが歌われております。では曲を聴いてみてください。 MC ザ・マックスのオディエドどこでもという曲をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回のカラオケ音源はピアノとシンセサイザーとドラムの音が入っています。これが定番の構成ですね。原曲は壮大なロックバラードという感じなんですけれども、私はピアノ中心にアレンジを加えて少し軽めの音質で作ってみました。先週放送のジョイジョイライフで恋愛の話をしたんですよね。リスナーさんから忘れられない恋はありますかというメッセージをいただいたのがきっかけだったんですけれども、歌の歌詞の中の忘れるという言葉にも2種類の意味があるんだなと思って、一つは記憶が遠ざかっていくという意味の忘れるですね。本当に記憶がなくなるというタイプの忘れると、もう一つは未練や執着を手放すという意味での忘れるというね、2種類があるんですよね。で、この曲の最後の部分の歌詞、나를 천천히 잊어주기를、僕をゆっくり忘れてくれますようにという言葉にも多分ね、両方の意味が含まれてるんじゃないかなと感じていました。自分との別れや辛い思い出の記憶はもうなるべくなくしてしまって、幸せだったことだけね、思い出に残るように、そうやって元恋人の幸せを願うことで自分の未練とか執着も手放そうとしている、そういうイメージで今回はね、歌ってみましたね。キーは原曲から半音だけ、カラオケのプラス1キーだけ上げています。で、普通は女性が男性曲をカバーする場合はだいたいプラス4キーくらいのことが多いので、イスさんも本当に声が高いと思いますね。4大ボーカリストの中ではやっぱナオルさんとイスさんの曲は本当に女性でも原曲キーで十分高いっていう曲が多いですよね。そんなわけで今月は3回目の4大ボーカリストカバー企画ということで、皆さんお付き合いありがとうございました。で、来週から2月なんですけれども、2月の1週目はちょっと歌をお休みにしてトーク会を入れたいと思います。で、今ね、2月の曲をいろいろ準備してるんですけれども、また私の大好きな曲をね、紹介していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。